皆さんこんばんは、ヘボニーです。今日は弓兵のレイヤーについて解説をしていきたいと思います。で、こんな経験された方は必見ということで、勝てると思った相手に攻撃が通用しない、ありますね。これはよくあります。で、また想像以上にダメージが入らない、これもあります。相手のお城のね、兵の編成によってもあるんですけど、通らないことがね。で、あとは一番多いのこれですね。T11 にボコボコにされる。よくありますね。私はよくボコボコにしてる方ですけどね。で、この3点についてちょっと見ていこうと思うんですけど、一応計34の私の T1 の防衛で受けた弓兵の攻撃のリポートでちょっとお話をしていきたいなと思ってます。で、一応 Excel 上げてるファイルのレイヤーと照らし合わせもしたいと思います。で、Excel ファイルについてはまた概要欄にリンク先を貼っておきます。で、今回は類例で一番強い階層、ティアの兵が多いということで、兵もそこそこ多い、バフもそこそこ高い方なんだけど、ダメージが少ないっていう方ですね。ありがちなのが、上位レイヤーの数が多すぎるっていうことですね。なので攻撃回数が少なくなってしまってて、ダメージがあまり入らないっていうような状態になってます。で、次にこれ論外なんですけど、もうレイヤーがないっていう状態。ね、中間層のレイヤーがない、全くレイヤーが組まれてないっていうのは、もう絶対これダメージ通りません。なので、これは絶対やらないでください。弓兵であまりレイヤーがないこともないんですけどね。たまにいらっしゃいますね。で、いい例として T12 を多めにして、徐々に T13、T14 を薄くしてる方。で、これすごいダメージ通ってるんですけど、計39の方で、個体数も高くて、バフもそこそこ高い方になります。で、こういう人じゃないと逆に T1 にあまりダメージ与えられないのかなとも思うので、やっぱりある程度白のレベルが高くてバフも高くないと T1 って攻略が難しいのかなと思います。で、この方綺麗にね、上30万、100万、120万みたいな感じで綺麗に組まれてて、ダメージがね、大きいということはいい例が組まれてるっていうことになりますので、私たち T1 からしたらすごい迷惑な方ですね。で、Excel とちょっと照らし合わせをしてみようと思いますので、ちょっと彼女にはどいていただいて、Excel 実際見てもらうと、ちょっと上位、一番上のレイヤーがね、数がちょっと若干違うんですけど、その下の T13、T12 は同じような構成になってます。で、多分その上の上位14の30万が若干下の T11 の方にも振られている方だったので、ちょっと少し出直しされていらっしゃるのかなと思うんですけど、ダメージが通ってるので、いいレイヤーにはなってますね。この方は上手に組んでますね。日本人の方なんで自分で勉強されたのかなと思うんですけど、で、一応ちょっと早いんですけど、おさらいっていうことで、弓兵のレイヤーは上位を厚くしない。攻撃回数を増やすために、下のレイヤーもちょっと増やすと。で、レイヤーは必ずこれ設定してくださいっていうところですね。でも、ここまでやってもやっぱり T1 にはボコボコにされる可能性はあります。それはやっぱり相手がね、格上だったり、
T 中の数が多かったり、バフが高かったり低かったり、いろんな要因はあるんですけど、PVP で同じぐらいのプレイヤーだったら、おそらくいい勝負になるのではないかと思いますので、今まであまり上手にできてない方は、今回の動画を見ていただいて、ちょっとレイヤーを調整してもらったらと思います。一応解説は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。